両手の武器を打ちながら動くことができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は戦車ロボを作ってみようと思います。キャタピラで動きながら射撃できるようにしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはキャタピラを回すためのスプロケットの部分を作ります。こんな感じでゴムの部品を L 字に組み合わせたものをぐるっと一周貼り付けて同じものを左右に配置することね。摩擦力でキャタピラを回すと同時に横に外れないようにしています。スプロケットができたら今度はキャタピラです。ちょうど幅に合うようにベアリングとゴムをたくさん組み合わせてキャタピラっぽく動くように作っていきます。でもキャタピラの重量が重すぎてうまくつなぎ合わせることができないので肘の付きに場所を移動して6分の1の重力で作業しましょう。よし、とりあえずキャタピラの部品ができました。4つのモーターを使っているので反転してキャタピラを動かすと同時に電気を流す場所によって回転方向を変えることもできます。このまま回しながら地面に下ろすとさすがは月面。バッテリー1本で問題なくキャタピラを駆動してスムーズに移動してくれています。このキャタピラ一つだけだと摩擦が強すぎて方向転換が難しくなるので同じものを複製してもう一セット組み合わせましょう。こうすることで左右のキャタピラを分離して動かすことができるので本物の戦車のように方向転換できるようになるはずです。だいたいキャタピラはできてきたので残りの作業がしやすい地上に戻りましょう。作ったキャタピラのモーターを左右別々にレバーを前後する動きで動かせるようにビアリングのバネを使ったスイッチを作っていきます。バッテリーも豪華に20本セットしたらとりあえず動かしてみましょう。レバーの動きに合わせてキャタピラが回転してくれています。でも右側のレバーを動かした時のキャタピラの回転方向が思った方向と逆だったので回路を組み直して修正しましょう。よし、これなら問題なくレバーを倒した方向に進むようにキャタピラが動いてくれています。せっかくなのでこのまま地面に下ろして乗ってみましょう。ちゃんと思った通りレバーを倒した方向に進んで左右どちらかのレバーを倒せば旋回してくれます。キャタピラを左右逆方向に動かせば急旋回もできるのでなかなか機能力がありますね。ここから戦闘力のある戦車ロボにするために左右に武器を追加しましょう。右側はマシンガン、左側はグレネードランチャーを装備しました。どちらも重い武器ですがこの戦車の上であれば走りながら安定して撃てるんじゃないでしょうか。早速地面の上を走ってみるとダメですね。武器が重すぎて傾いてしまいます。こうならないように前後にタングステンの刃を追加して傾いた時に支えられるようにしましょう。特に後ろ方向には長くしてバランスをとっています。弾速も速すぎたのでバッテリーは半分の10本に減らしました。こちらを動かしてみると武器の重さに耐えながらちゃんとキャタピラを使って移動することができています。そしてレバーの上のトリガーを引いて弾を発射してみると反応でこけることもなく安定して撃つことができています。キャタピラが暴れるとうるさい音が響きますし勝手に外れてまともに走れなくなることもありますがやりたい動きはできたので戦車ロボは完成です。ここでカメラに向かって撃ってみましょう。両手の武器を撃ちながら動くことができています。これだけの武器を撃ちながら
普通に移動することができるので、なかなか強力な武器になったんじゃないでしょうか。今度はもっと遠くに走っていきましょう。ちゃんとケタピラが稼働して、いい感じに移動してますね。速度はそれほど速くないですが、ゴムのスプロケットのおかげか、意外とちゃんと動かすことができてよかったです。前後にバランスを取るためのタングステンの刃があるので、それが引っかかって段差に弱いのが弱点です。それでも、これだけの武器を撃ちながら動けるので、よしとしましょう。今度はカメラを固定して、旋回性能を見てみると、左右のケタピラをうまく使って思い通りに旋回することができています。地面に当たる部分はゴムを使っていて、かなり摩擦力が強いはずなので、もし1本のケタピラなら、まともに旋回できなかったと思います。ケタピラの部品数はかなり多く、ゲームに負荷を与えるので、武器が爆発すると、処理が重くなるのは注意です。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。前進する時の速度は、だいたい秒速 1.7 メートルほどと、走る速度よりかなり遅いんですが、戦車に乗っている気分が味わえますし、強力な武器をぶっ放せるので、なかなか爽快感があります。それではいつものように、巨大な木から撃っていきましょう。銃口が下向きになるので、近づいて撃っていますが、弾が貫通していてダメージが入りません。なので、前進して体当たりすると、どんどんダメージを与えていって、倒すことができました。重量が重いおかげですね。そして、ドローン工場の壁の方は、的が大きくて当てやすいので、弾がバシバシ当たって、簡単に破壊することができました。そして、風力発電機の方は、的が細いせいで、ほとんど弾は当たりませんでしたが、こちらも体当たりを食らわせることで、無事に破壊することができました。それでは次は、こちらのザコゲラの大群を狙って、戦車ロボで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。最初にマシンガンを撃ちながら、微妙に旋回して、狙いを調整することに、ほとんどのザコゲラを破壊できました。その残りカスも、グレネードランチャーによって、綺麗に片付けられていきました。私の視点で見てみると、左右のレバーを使った直感的な操作で動いているのが、わかりやすいんじゃないでしょうか。左右のトリガーは分離しているので、それぞれ好きなタイミングで発射することができます。ザコゲラを破壊するのは十分楽しめたので、イエロースライムに効くように、銀の刃と重ねたガラスの針を取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。弾はまともに当たらないので、体当たり攻撃を仕掛けてみると、ケタピラは大量のベアリングでできているので、スライムに弾き飛ばされると、処理がとても重くなって、スローモーションになります。これでも早送りにしていますが、まともに動いていません。それからも何度か砲撃を仕掛けましたが、倒せそうになかったので、重ねたガラスの針の角度を変えたら、シンプルにスピードを乗せて、体当たりしてみると、やったー！巨大スライムを倒しました。重ねたガラスの針を突き刺して、強力な多段ダメージが入っています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた戦車ロボさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、
高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆